はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、建築嫌い勢、建築苦手勢、一見、楽々手抜き建築講座をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットになりまして、建築が非常に簡単になりました。それでもですね、やはり建築に時間を使いたくない人っていうのは少なからずいらっしゃるかと思います。今回はそういった方向けにですね、より簡単に、より手抜きの建築をご紹介していこうかと思います。建築手間をかけたくなくてですね、豆腐建築されている方もいらっしゃいますし、配置等も考えてもですね、豆腐建築最強であったりするんですが、大きくなってくると豆腐建築も結構めんどくさいところあったりしますので、その辺もですね、より手抜きができるようにご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず必須アイテムのご紹介からしていきます。今回必須となるアイテムがこちら、テンプレートハンマー。有料ダウンロードコンテンツ、ロストコロニーで実装されたアイテムとなります。建築物のテンプレートの作成、編集、設置、ロード、セーブに使用するアイテムとなっております。このアイテム、このようにですね、デフォルトであったり、フェアチュード、キャンペーンで上位入賞したものがテンプレートもともと入っておりまして、その他にですね、自分でも作った建築物を保存してテンプレート化することが可能です。少し癖があるので、これの建築の仕方はまた後ほどご紹介させていただきます。ただ、これで建築するだけではないので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ただ、アイテムとしてですね、どういったものか簡単にご紹介だけしていこうかと思います。まず、利用時の注意点なんですが、これ装備した場合ですね、普通に建築物とかの設置、解除、回収、破壊などはできなくなります。通常武器などですね、装備した場合、装備したまま建築物を設置したりとかもできたりするんですけども、テンプレートハンマーの場合はできません。完全に装備を外さないと建築したり回収したりできないので、間違って置いてしまった場合とかですね、ちょっと破壊したいっていう時に使えなかったりしますので、その点はご注意いただければと思います。利用に関しては装備すると下に3つアイコンが出てきます。クリエイティブモードに関してはですね、Q ボタンを押すと左側にセレクトオールとシングル切り替えることができまして、シングルだと1個ずつ記憶させていって必要な部分だけ保存することができます。R で切り替えてセーブモードにするとそれが保存されます。保存個数は2000。そしてセレクトオールだとスナップしている全ての建築物が選ばれます。これに関しては建材のみではなく設置している設備も保存されますので、建材だけ記憶させたい場合は設備設置する前に保存しておくと便利です。逆に言うと設備ごと覚えさせておけばですね、一回作り上げれば同じ建物使い回しすることができますので、普段使っている建築をそのまま別マップに持っていったりとかもできますので、この辺もぜひご活用いただければと思います。一回建ててしまえば毎回建てなくても、もちろん建材とかは準備しないといけないですが、建築自体はですね、後ほどご紹介するオートで建築することができますので、だいぶ手抜きになります。次にチェックトゥセレクトテンプレート、真ん中ですね。これに関しては先ほど見たテンプレートの部分でデフォルトで公式が準備したテンプレート、エチュードでキャンペーンで入賞した4つのテンプレートが準備されています。ローカルの部分に関してはこのように自分で記憶させたものが呼び出すことが可能です。これで例えば海賊の釣り小屋とかですね、選んでいただくとこのように見本が出てきます。これは切り替えればいろんな見本が見ることが可能です。エクスポートは書き出しなので、とりあえず一旦忘れていただいて大丈夫です。
設置を選ぶとですね、このように普通の建材のように置けるようになりますので、他に建材がある場合はですね、このようにスナップします。なので何かの建材を置いてですね、それにスナップしておくことも可能です。そして一回置くとですね、このように普通の土台を置くときと一緒で回転させたり上下高さを変えたりすることができます。ただどうしてもですね、建材の地平が必ずしも平らではないので、そこは高さ調整していただければと思います。場合によってはちょっと置けなくなるところ出てきたりしますので、ご注意いただければと思います。設置すると右側に必要な建材数が出てきます。これを揃えていただいて設置していくということになります。9のところに出ているビルドターゲットになっている場合は、このように緑になったところでクリックしていただくと、1個ずつ建築していくことが可能です。また、Q ボタンを押していただくと、オートビルディングになりますので、必要な建材さえ持っていれば、自動で建築をしてくれたりします。建築できないところは、エラー表示が出ます。これなんですが、今、クリエイティブでやっているので、何も持ってなくて、建築されていっている状態なんですが、例えばですね、今、インベントリーに金属の柱を持っています。見ていただいた通り、本来ここに設置されている柱っていうのは、全部木の柱になってます。この状態でビルドをしていくとですね、このように柱の部分がですね、今金属の柱持っているので、柱だけ金属の柱で作られています。これ本来は木材で設定された建築ではあるんですが、持っている建材で設置されていきますので、例えばこのようにアドベで作られた建築でもですね、アドベ作るのめんどくさいんで木で作りたいってなった場合は、木でこの建材を集めていただければ、木材建材でこのデザインで作ることが可能です。もちろん金属でもですね。これも今石で作られてますが、金属で作りたい、木で作りたいってなれば、その部分だけ部分的にでもいいですし、金属や木や屋根だけ藁にしたいなみたいな時は、屋根部分だけですね、建材を藁にして準備していただければ、オートビルディングでも作ることが可能です。後で置き換えてもいいんですけどね。あとは必要数建材貯めてオートビルディングすればですね、自動で建築していってくれますので、持っている建材だけ注意しないと、このようにですね、ちょっとバランスがおかしい建築になってしまうんですけども、建築していくことが可能です。ただしですね、建築の仕様が変わったせいだと思うんですが、一部建築できないところがあります。あと、建築の順番とかの兼ね合いでですね、ちょっと凝った建築のものに関してはですね、そのままオートビルディング効かないところがあります。そういう面でですね、そのまま使うの難しくなっているところもあったりはするんですが、結構便利に使えるものなので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみに建築ができなくて終われない場合なんですが、R ボタンで切り替えていただくとですね、コンプリートモードになりまして、一番右ですね、選んでいただくと終わらせることができます。ちなみにこのアプリスキンズ選んでいただくとですね、スキン読み込まれるんですが、自動でその種類のスキンをつけてくれるという機能があるんですが、これですね、結構読み込み時間かかったりします。例えばフロンティアでですね、部分的にこれにするみたいなものを選んで、外したい場合は右から選んでいただくとですね、外したりできます。こういうところで選んでいただくとですね、あとはコンプリート選んでいただくと自動でですね、スキンを貼り替えてくれたりもします。これも便利ですね。建築数が2000なのであれば、普段使っている建築が一緒なんであればですね、ぜひこの辺もご活用いただければと思います。ここだけ設置できないんですけどね。ここだけだったら問題ないと思うんでね。細かいモードは省きます。以上が簡単なテンプレートハンマーの使い方でした。では続いてですね、まずはテンプレートハンマーにもともと記憶されているテンプレートのご紹介をしていこうかと思います。この中でもですね、気に入ったものがあればご活用いただいて、そのまま使っていただくのも一つです。ところどころですね、
先ほどのように全部建築できないというものもあったりはするんですが、今回ご紹介するものはですね、今の建築システムで途中で止まってもさほど問題がないところで建築できるものをピックアップしてご紹介させていただきます。このパートの最後にですね、ちょっと手を加えないとですね、建築できない部分もご紹介しておきますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。
以上がですね、現状使えるテンプレートになります。ただしですね、注意が必要なのが、このようにですね、通常建築できる場所なんですが、接合点なしになってですね、建築が途中で止まってしまう場合があります。おおむね何度か試してですね、今ご紹介したものはあまりつまずかないもの、もしくはつまずいたとしても建築上問題がないものにはなっているんですが、この辺もですね、接合点なしになってですね、建築がなぜかできません。追加で建築することもできない部分もあったりしますので、その辺がですね、ちょっと不明です。建築の順番のところと土台判定の部分あるところもあるんですが、土台判定関係ないところでもですね、なぜか接合できない部分が発症するテンプレートがいくつかあります。これはですね、ぶっちゃけよくわかりません。あと、ちょっと凝った建築のやつに関してはですね、建築の順番とかが出てくる場合ありまして、ここもですね、円柱のテンプレートを使っている部分がありますので、そこからの派生なのか、うまく設置ができない部分があります。特に柱関係に関してはですね、テンプレートをうまく設置できない部分が出てきたりします。バイキングの部分はですね、比較的この部分だけ先にですね、ターゲットで建築してからオートビルド入ると、あとは問題なく建築できたりするんですが、バイキング大の方はさらに凝っているので、ちょっとですね、うまく建築できない部分が多いです。それに関してはですね、なぜできないのかわかりません。順番の部分もあったりはするんですが、この辺普通にできるはずなんですが、建築できなくなってますので、ちょっとわかりません。またちょっとバージョンが変わったことによってですね、建築できたりすると思うんですけども、飾りの部分が大半なので、あれなんですけどね。ちょっと何とも言い難いところになりますね。基本的には土台で建築されているものに関してはですね、テンプレートとしての反応は結構できると思うので、建築できると思うんですけどね。こちらのスピノさんの建築の方はですね、おおむね引っかからなかったので、シンプルに作られてますんでね、そんなに引っかかることはおそらくないかと思います。こっちもですね、使い勝手いい建築になっているんですけど、ちょっとうまく立たないので、建築できる人だったら修正できるんであれなんですけど、そのままテンプレートで建築するにはなぜか引っかかるところになってます。なんででしょうね。環境の可能性もあるので、もしかするとみんなだとできる可能性はあるんですけど、そういった面があるのでご注意いただければと思います。マップのですね、ちょっと作り的な問題で、このように柱飛び出しているところとかですね、こういう関係の柱関係、うまく設置ができない部分がマップ上あったりしますので、その辺もテンプレートを使うときはご注意いただければと思います。以上です。ではですね、ここからが本題の手抜き建築のお話となります。そのままですね、建築していただいて使っていただければ、それはそれで問題ないんですが、例えばですね、こちらデフォルトの昔ながらの赤い納屋なんですが、この建築なんですが、実はこの辺の木の柱っていうのは基本的に飾りで作られてます。もちろんかっこいいんでそのまま設置していただいてもいいんですが、建材集めるのめんどくさいとかですね、作るのめんどくさいって思われる方に関しては木の柱なくても立てることができます。これは周りの飾りもそうですし、中のこの部分も全てですね、土台判定ではなくただ飾りとして存在しているものになるので、木の柱なしで作っていただくことも可能です。同じくこの柵に関しても基本的になくても建築自体はできます。なので木の柵なしにして窓とか設置を変えていただくというカスタマイズも可能です。個数的に結構いっぱいありますんでね。ただ木の柵に関してはクォーターの壁になってますので、このように他のクォーターの壁使われる可能性がありますので、ここに関してはあった方がめんどくさくならなくていいかとは思います。上の傾斜付きの壁であったり柵の部分に関しては柱がないと設置できないんですが、飾りなので逆に邪魔になるということであれば設置できなくてもそこは問題ないかと思いますので、柱なしで建築していただくと柱の資材数分ですね、省略することが可能です。また納屋としてコンセプトで作られているんですが、実際生活するとなるとですね、この辺に建築の工業系とか倉庫系とか置いて、
こっち半分ぐらいをですね、恐竜置き場とすることもできますので、その場合高さ的に上の柱が邪魔になる恐竜とかも出てきたりしますのでね、そういったところでも柱なしで建築するというのも一つの手段ではあります。これであればですね、豆腐建築するのとそんな変わりなく使うことができますので、そういった面の使い方をしてみるのも一つです。ただ、大半がクォーターの壁で作られてますので、資材数的には普通の壁で作った方が少なく済む部分っていうのは出てきます。次に、スチームパンクなツェッペリン着陸ベイなんですが、これ本来スキンとしてはですね、スチームパンクのスキンをつけるように作られている設備になってます。今回は貼ってないんですけどね。こちらになるんですが、これ基本的にですね、中のスペース的にそのまま使うことができます。ここか、ここあたりに工業炉を置いてですね、電気文明ぐらいはですね、結構使えるスペースになってます。本来コンセプトとしてはここにツェッペリンを置く着陸ベイになっているんですが、ここをですね、そのまま壁で囲っていただいて、恐竜置き場にするっていうことも可能なので、そういう使い方で使っていくことも可能です。これに関してはですね、実際公式ラグナロクの中盤でですね、カスタマイズしながら使ってたりしますので、ぜひそちらも参考にですね、利用いただければいいかなと思います。次に、バイキングログハウス。これに関してはですね、少しこの円形の部分ですね、自動建築するとき先に作っておかないとめんどくさいところ発生する場合はあるんですが、これに関してもですね、結構そのまま使える作りになってます。ここは抜いてとかではないんですけど、結構いろいろソロで使う分にはですね、そのまま使うこともできるので、気に入った方はぜひ使ってみていただければいいのかなと思います。そして、フェアチュードのオールインワン基地アルゲンアンキロ。青のスピノサウルスさんが作ったやつなんですけど、これに関してはですね、終盤使える設備になっておりまして、中の設備までですね、全部設置されているものになっておりますので、配置に関してもですね、恐竜置くスペースに関してもですね、そのまま使うことが可能です。詳しくは作った本人のですね、解説を見ていただくと一番いいのかなと思いますが、効率的にもいいですし、おそらく建築に引っかからないように作られている部分が多々ありますので、そのままご活用いただければと思います。ちゃんとここに恐竜を並べてですね、置けるようになって、そこからフンコロブくん置いて糞を集めるというところまで設置されているものになります。一応発電機もですね、発電機のスペースで収まるように作られてますので、発電機建築が可能です。温室の建材作るのがちょっとめんどくさいところある方はですね、この部分の温室と、あと必要数ですね。温室効果分の個数だけどこかの部分でですね、使っていただければ、あとはこの光窓とかに関してはですね、スキンで対応したりとかすることもできますんで、考えるのめんどくさい場合は必要温室数ですね。そのまま作っていただければいいのかなと思います。ただ、自動建築している場合にですね、今回環境的な問題かもしれないんですが、エラーにはならないんですが、このセラードアと時計だけ自動設置できなくて、ずっとオートビルディングが動くという状況がありましたので、その場合だけ自分で設置していただければいいのかなと思います。それ以外は多分建築にも突っかかるところはないと思うので、あと、この辺の柵はですね、飾りになっているので、一旦柵持たずにですね、建築していただいて、落下防止だけ置くっていうことでも可能ではあります。後で必要数だけ置くっていうことですね。もちろん飾り的にも金貼らなくても見た目が映えるように作られておりますので、このまま建築していただいてもいいかと思いますし、後々追加で設置もできるようになってますので、これに関してはそのまま必要数、金庫であったり、冷蔵庫であったりに関してはですね、後で設置するっていうことも可能です。なんで、設備的な部分に関してはですね、必要数全部揃わなくてもですね、とりあえず設置して後で追加したり別のものに置き換えたりするのも一つの手段であります。2階もですね、このようにいろいろレシピ集めたりとか個室空間ありますんで、ぜひご活用いただければと思います。ぶっちゃけこれはこのまま使っていいんではないでしょうか。ブリーディングがっつりしだすとですね、さすがにちょっと狭くなってしまうので、それはそれでちょっと別で立てないといけない部分もあると思うんですけどね。
テンプレートに関してはですね、スナップもできますので、後々ですね、スナップして追加部分を別で記憶しておけばですね、この辺階段取っ払ってつなげるようにしたりとかして、そこから先の部分もですね、テンプレート保存しておけば、他のところ行った場合でもですね、そのまま作ることもできますので、その辺もぜひご活用いただければと思います。なんで、テンプレートをそのまま使うことも可能ですし、資材集めるのを省略したい場合はですね、柱とか柵とか以外を用意して、もちろん柱がないとですね、建築できないところっていうのは少なからずある建築もあるんですけど、これ完全に柱土台になってますのでね、完全に土台で作られているものに関しては柱飾りなので、なくても建築はできます。なので、ちょっとでも資材抑えたいとかある場合は、その辺省略してみたりとかですね、していただくと使いやすいかと思います。もちろん豆腐建築をですね、自分で作ったやつを保存しといて使います。あとそのまま壁台つなげるだけでなくてですね、門つなげたりとかそういったところでもできますので、うまくですね、テンプレートハンマー使って建築の時短をしていただけるといいのかなと思います。部分的なテンプレートでですね、建築を省略するという手段もありますので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、楽々手抜き建築講座としてお送りさせていただきました。基本的にはテンプレートハンマーを使い回してですね、手を抜くというところになるんですが、どうしても資材集め自体はですね、必要になってしまうんですけども、建築部分に関してはですね、オートビルディングすれば時間は多少かかるんですけども、あまり深く考えずに建築することができます。もちろん豆腐建築で効率よく自分なりの型がある人であればですね、それを保存して使い回すこともできますので、一回一回建てるの結構面倒だったりする部分あると思うので、その辺もですね、ぜひご活用いただいてですね、有意義にアークライフをお楽しみいただければと思います。また、建築苦手勢の方に関してはですね、建築チュートリアルとしてですね、小技であったり、あと簡単に見栄えよく見れる手段とかですね、その辺も今後お伝えしていこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。もちろん、このテンプレートハンマーのデフォルト設定の部分をですね、そのまま有効活用して、使いやすいようにカスタマイズしていく。また、完全に作れなくてもですね、凝った建築のものを見て、それを真似ていただければですね、こういう使い方あるんだっていうところだけ、発想をコピーすればですね、ASI の場合は建築簡単になってますので、いろんな人の建築を見て、その発想を自分自身に取り入れていただければいいのかなと思いますので、上手くなりたいよっていう方はですね、まず気に入った建築をそのまま自分でコピーして作ってみるっていうのも一つの手段でありますので、ぜひご活用いただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。